2017年メリーランドカントリーフェアにて品評会用の豚たちに元気がなく、目の炎症、鼻水、熱があると畜産課が報告をしました。しかし保健局はフェア参加者の具合の悪い人たちを懸念していました。豚を撫でた人が何人かいましたが、納屋に近づいただけの人もいました。ところが参加者のうち40人が豚インフルエンザと診断されたのです。大抵動物の病気は人間に感染しないのですが、ウイルスが別の種へ飛び移り異種生物間で感染した場合、致死的な流行を引き起こす可能性があるのです。ウイルスはどのように一つの種から他種へと感染し、なぜ異種間の感染は危険なのでしょうか。ウイルスはあらゆる生物に感染する寄生生物であり、3つの段階を経て生存し複製します。まず宿主と接触し、次に感染して複製し、最後に他の宿主へと伝染します。例として人のインフルエンザを見てみましょう。はじめにウイルスは新しい宿主に出会い、気道に入り込みます。これはさほど難しくないですが、新しい体で生存するには免疫反応によって破壊される前に感染を成立させる必要があります。これを達成するためにウイルスは宿主と特定の関係を持つよう進化しました。人のインフルエンザウイルスは呼吸器系の細胞にある受容体とピタリと適合するタンパク質に覆われています。ウイルスは一旦細胞に入るとさらに適合し、宿主細胞の複製機能を乗っ取り、自身の遺伝物質を複製します。ここで宿主の免疫系を抑えるか回避して遺伝物質を十分に複製し、より多くの細胞に感染すれば良いのです。この時点でインフルエンザはウイルスを含む体液を通して次なる被害者へと伝染できるのです。しかしこの単なるくしゃみがペット、植木や昼食さえもウイルスとの接触機会を与えてしまいます。ウイルスは常に新しい種と遭遇し感染しようと試みますが、大抵は失敗に終わります。なぜならほとんどの場合、宿主間の遺伝的差異が著しいからです。人間に適応したウイルスにとってレタスの細胞は異質であり、寄生できる環境ではありません。しかし驚異的な数のウイルスが新しい宿主と出くわす可能性を持ちつつ環境の中を循環しています。ウイルスは100万単位で複製するため、素早く無作為に変異できます。ほとんどの変異は影響がなく、有害となることすらありませんが、ごく一部のウイルスは別の種に感染しやすくなるかもしれません。時間が経つほど、または通常の宿主と新しい種が似ているほど、ウイルスの変異による感染の確率が高くなります。哺乳類に適応したウイルスが人に感染するのには、いくつかのラッキーな変異で十分かもしれません。チンパンジーに適応したウイルスが親戚にあたる人に感染するには、わずかな変異で十分かもしれません。しかし異種間感染の場合、時間や遺伝的類似性だけでは足りません。ウイルスの中には新しい宿主に容易に感染できても免疫反応を回避できないものがあります。新しい宿主に伝染しにくいものもあります。例えば宿主の血液に感染力を与えても唾液は無理かもしれません。しかし異種間感染後に伝染可能な段階に到達すると、ウイルスの危険性ははるかに上がります。ウイルスが2匹の宿主で増殖すると、感染力の強いウイルスへと変異する確率は2倍になり、それぞれの新しい宿主が大流行の可能性を高めるのです。ウイルス学者はインフルエンザのようなウイルスの異種間感染を可能にしそうな変異を常に探しています。しかし次の大流行を予測するのは非常に困難です。ウイルスの膨大な多様性は解明され始めたばかりです。病原体の生物学的性質は昼夜研究されています。新種を迅速に発見できるよう監視することで、ワクチンや致死的な病気の拡散防止手順を準備するのです。自分の体についてよくわからないと感じたことはありませんか？このチャンネルに登録して抜け毛や筋肉の発達、なぜ体のあちこちに体毛が生えるのかなど、様々なことについて学びましょう。情報を逃さず好奇心を持ち続けましょう。